いいね、しかしね、この松林のいつもいいや。しかし一つ、大丈夫かな。何かネタを拾っていかないとまたおれんさんがおかん無理だぞ。任しといてよ。犬も歩けばうんち踏むってね。それを言うなら棒に当たると言え。おう、もうそこは日本橋じゃないか。そうだよ、狙いは本庁の鼻差しだもん。何ネタになる。知らないの、長さん。何よ。ここの鼻差しはね、毎年鬼神頭の顔そっくりの家紋のお人形を作るんで有名なの。今年のそっくりさんはね、白金や彦右衛門。白金屋。公儀金銀為替御用達のか。そうだよ。今日からさ、6人も人形師呼んで、それはすごいのできたっていう。それでそれだけそれだけでネタになるのかよ。なるじゃないよ。人形の出来がどうだとか似てるとか似てないとか書いてばいいんだから。いや、そんなことでおれんさん怒るとこ。ほらもうそこだもん。いいぜ。どっから見てもうるふたったぜ。いつものいいね。いいね。白金屋の旦那。まあ、それ聞いたよ。違うよ、本物。どこ。それでね、後ろにいるのがね、小西さんと番頭さん。おお、なるほど、そっくりだ。どうした。何を恐れているんだ、この男。三代将軍家光の治世、家光の甥にあたるやんごとなき人物が将軍の意向に逆らって矢に下った。その名は松平長七郎長頼。家光と将軍の座を争って命を失った駿河大納言忠長の忘れがたみである。ああ、とうとう降ってきたな。向こうのうちに長居しすぎちまったね。若旦那がもう少しとおっしゃるからですよ。仕方ないだろ。惚れて一緒になろうって子だもの。どうした？おお、タズ。いい具合にやんだようだ。どうか。どうした。幽霊？どこだ。そうだ。白金屋か。何かある。白金屋には何かがある。
速水様とやら、この度は誠にご迷惑をおかけいたしまして。いや、10日後には祝言というめでたい時に、たった一人の息子さんがこんなひどいことになるなんて、心中お察しします。ところで、おやくさんが見たというその化け物のような6人の族に心当たりは？いえ、ございません。清助、お百、ここはいいから茂吉のそばにいてやりなさい。はい。彦右衛門さん。速水様、なぜこんなむごい目に遭わされるのか、私にはとんと見当がつかないのでございます。今はただ息子の喪失と長年勤め上げてくれた茂吉の冥福を祈ってやりたいと、それだけでいっぱいでございます。隠してるって白金屋がですか？人には言えない何かが白金屋にはあるような気がするな。バカ。なんだ。たとえそうだとしても、これは一商家の揉め事。そんな凶悪な人殺しどもと関わり合うのをやめていただきます。ご身分を考えていただけませんと。ご身分は。でもね、拓兵衛さん、白金屋彦右衛門は名字対等を許され100票の淵をいただく身分です。ただの商家とはちょっと。お黙りなさい。商家に変わりはない。いやいや、でもね。でもねえとはなんだねもねえとは。いつも拓兵衛さんそうなんだからまた。何いつもじゃないですか。いい加減にしないか、二人とも。バカ。いや、俺も町方の仕事に首を突っ込む気持ちはないんだがな。あの能人形を見た時の彦右衛門の顔がどうも気になってな。自分にそっくりな人形を見てびっくりするのはわかるが、あの時の彦右衛門は確かに怯えていた。下せねえことがあると首を突っ込みたくなる俺の性分、二人ともよく知ってるだろう。ではどうあっても。ああ、すまねえが手上げをして当たってみてくれ。天下の山王祭りが近づいてるんだ。幽霊騒ぎなんだ。その前に片付けておかねえとな。俺みんな耳の穴かっぽじってよ聞けよ。山王神社の祭りを前にな、江戸によ幽霊の人殺しが団体で出たの。さあどうする？その後これに書いてあるわ。これを買わなきゃね、江戸っ子じゃないわよ。そうだよ。江戸っ子じゃなくて読まなきゃダメだよ。読売読んで知識を広げよう。ありがとうございます。元は村久堂だぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、女の子そうであげちゃう。三文ありがとうございました。私は何も存じません。何も。いやしかしだな。番頭さん。はい。番頭さん。ちょっと。何ですか。ちょっと。白金屋のことで聞きたいことがあるんだけど。わかりません。何も私知らないんです。じゃあおかみさんは知ってますか？おかみさんも後妻として嫁がれたのが3年前のことですから。すいません、急ぎますから。あれは間違いなく口止めされてるな。おやめになりますか。おう、白金屋に何かのっぴきならねえ秘密があるのは確かなんだが、そうまで堅くなに口を閉ざされたんじゃどうにもならねえ。はい。大八方塞がりでは仕方ありませんね。おれんさんはがっかりするだろうがな。ここは余計な世話を焼かずに町方に任そう。それでこそ若。それがよろしゅうございますと。何読売のネタなんてな、あんなものは全く気にすることはございませんので。どこに。いいか。あとは頼むぞ。ほら、幽霊退治のことなんだ。あれ、長さんは？いやほらおれん殿。はい。誠に残念でござる。バカは幽霊退治から手をお引きなされた。そんなバカな。バカはどっちでござるかな。白兵衛さん。いやバカとかかるご身分のお方はこうでなくてはなりません。はあ、ではごめん。
俺に何かを話したくてここへ来たんでしょう。いいえ。彦右衛門さんが固く口止めをしているのは分かっている。だがお前さんは思い余ってここへ来た。さあ話してください。何もかも。何もお話しすることはございません。おかみさん。ただ通りすがりにこの先が速水様のお住まいかと、そう思っただけでございます。おかみさん。例のワゴンだ。おや大丈夫かい？どうして私を。それはおかみさんが俺を頼ろうとしたからだ。さあ何もかも話してくれ。でないとお前さんの命が危ねえんだ。いいえ。話したら今度こそ殺されます。殺されます。おかみさん。すみません。助けていただきながら。保険は？いや大丈夫だ。手を引こうと思ったんだがな。もう放っちゃおけん。あの化け物どもこの手できっと成敗してやるぞ。わあ、またやる気になってくれたの、長さん。いや初めて出くわしたこの吹き矢にな不覚を取ったが、奴らは間違いなく殺しの手だれだ。いやしかし若大丈夫よタクちゃん。吹き矢だかなんだか知らないけどさ、長さんは同じ相手に二度やられるほどヘマじゃないの。今度相手が現れたらね、バッサリやってね、うちの読み売りも売り切れの大盛況。そうこなくちゃ。角兵衛さん、誠に残念ながら若はまたやる気におなりになった。かかるご身分のお方はこうでなくちゃ。ねえ一本。それにしても一体何者なのでしょうか。わからん。気になるのはあの能面だ。能面？おう。あの能人形の？人形だけじゃねえんだ。だつあの能人形を作ったのは今日から来た6人の人形師だと言っていたな。そうだよ。ああ、6人って化け物も6人。そうだ。能人形は烏帽子滴れに能面、化け物は烏帽子水管仮絹に能面だ。あら、そっくり。そうだ。では人形師6人があの化け物の正体。だつ人形師たちが泊まっている宿はどこだ？室町あたりの旗子って聞いた。探します。お探し。何よ。別ってやつだもん。読み売りが売れてからよ、さっさとおいち。返事は一つ。短く。さて、もう一度白金を揺さぶってみるかな。おう、ロクさん、これからかい？いや、どうも妙な幽霊騒ぎのおかげでお客がさっぱりでさ。おお、そっちもとばっちりがあったの。旦那、その左手どうしなすったい？ほう、俺もとばっちりさ。いや、危なくやられるとこだったね。旦那、うん。脅かさねえでくださいよ。旦那がやられたりしたら
首が飛ぶ人間だっているんですからね。おお、そいつは知らなかったな。そんな水狂な男がいるのかい。全くね。それじゃあその男にちょいと伝えてってくれねえか。今度の幽霊退治ばかりはたとえこっちがあの領域になったって金輪際手を引かねえってな。ま、六さんしっかり稼ぎなよ。どんなどっちが水狂なんだか。宿を変わった？人形が出来上がった晩にどこかへ6人揃って。ねえ、どこへ変わったかわかんない。聞いてません。でもね、もともとうちにはろくに泊まってなかったんですよ。いつも人形作りの仕事場にいるとかで。で、その仕事場はどこ？さあ、聞いてませんけど。A さん、諦めよ探そう。う。探してどこ探すのよ。江戸中の旅籠を探せば必ずいるはずだ。江戸中の旗もいくつあると思ってんのよ。旦那様。どうした？速水様がいらっしゃいました。速水様。奥の部屋にお通ししなさい。はい。旦那様、先ほどあの鴨能人形が土蔵に収められました。うん。鬼神頭が祭りの日まで預かるのはいつものことだよ。でも私はもう怖くて怖くて、奥様だって本当に怯えきってらっしゃいます。分かっています。お筆までが殺されかけたと聞いたときは、私も本当にお奉行所に駆け込もうかと思った。どうしてそうなさらないんですか。こんなひどいことをするのは旦那様を恨んでいるあの方しか。いや、違います。まさかそんな、あの男がこんなことをするなんて私には思えない。いや、思いたくない。でもこれは今度のことはね、頭のおかしな誰かが何かで私を逆恨みしてやっていることです。きっとお奉行所が捕まえてくれます。きっと。旦那様。昨夜は家内が危ないところをお助けくださいまして、この間のことといい重ね重ねご迷惑をおかけしまして。兄、そんなことはいい。それよりも彦右衛門さん、隠していなさることを話してくれませんか。いえ、何も隠してなどおりません。彦右衛門さん、あなたが怖いのはあの能人形ですか、それともあの人形をあなたに送り込んだ誰か。速水様、何もないと申し上げております。お礼は改めていたしますので、どうぞお引き取りくださいまし。そんなに怯えてるのに言わないなんて、一体どういうことなんだろうね。まあ言えばもっと恐ろしいことになるからだろうな。でもそんな、だって一人息子が殺されちゃってさ、でおかみさんも殺されかけて、で今度は自分も殺されるかもしれないんでしょ。それより怖いことなんてあるんですか。あるんだな、それが。本当。ああいう大旦の旦那になるとな、店ののれんや信用の方が命よりも大事になっちまうんだよ。
ユウさんいいとこに気がついた。さすが年の子だ。謎を解く鍵がその辺にあるかもしれねえな。こいつは嬉しい。年の子だけは余計だが。ほら来た。あちらの年の子の話は何かな。また人殺しです。すぐそこの路地で。何？ごめん。ちょっとごめん。お役さん。おそらくお役さんは俺に秘密を打ち明けに来たんだろう。それと殺したのは奴らだ。俺の目と鼻の先でやりやがって俺をあざけるように。どこにも泊まってないって？そんなはずないじゃないか。明日お祭りなんだよ。あの人形師たちが春の祭り見ないわけないんだよ。どっか近くに泊まってに決まってるよ。だってそんなこと言ったってしょうがないじゃないよ。南は芝から北は神田までさ、出汁の練り歩く近くの旅籠みんな回った。もう疲れちゃったんだからもういや。うるさいな。もうわかんないなら黙ってなさいよ。じゃああの6人はやっぱり幽霊だったっていうの？そんなはずないわよね。日本橋の方だ。まさか。おい、火元はな、白金屋だ。焼け残ったのは土蔵だけだそうだ。じゃあ金目のもん残ったと。で彦右衛門夫婦は？彦右衛門はちょっと焼けど負ったが無事だ。おかみさんも。彦右衛門さん。早見長三郎の家来で田村と申します。えらい目にお会いでしたね。どうもご丁寧に。すいません、火元はどこですか？それが火の気のない物置から急に。それじゃ火付けですか？いや、それはお役人の調べること。土蔵の中のものは無事でしたから一安心いたしました。一安心だなんて。お筆。旦那様、旦那様、番頭さんと城中のお種が。清助。旦那様、大丈夫ですか？旦那様。二人とも頭を殴られている。殺されたんだ。火をつけたのも同じ連中だろう。明日の読売売れるよ。どこまで続く呪われた白金屋。一体どうなっちゃうんだこの事件。今日はいよいよ山王祭りです。今日こそ化け物どもに年貢を納めさせてやる。では奴らの正体もうご存知なので。そいつはお筆さんが知っているよ。おかみさんが？
おかみさん、私ならここにいる。速水様、お話しいたします。家を焼かれ旦那様の命が危うくされた今、旦那様のお気持ちがどうであろうともう黙ってはいられません。何もかもお話しいたします。おかみさん、白金や彦右衛門さんには人の知らない兄弟がいるのではないかな。速水様、おっしゃる通り、主人には双子の弟がいるのでございます。双子か。名を白木鎌次郎と申しまして、残忍な、本当に人を人とも思わない恐ろしい男なのでございます。その男は京で育ったとか、主人はついこの間まで血を分けた双子の弟がいることなど何も知らなかったのでございます。ところがある日、不意に懐かしい、会いたいと、いかにも心のこもったこのような手紙を。おい、早くしろ早くしろ。なるほど。育てのテテ親は今日の公家か。はい。先代の白金や主人の父は双子を忌み嫌い、人を介してそのお公家さんの養子に出してしまったのでございます。ところが育てのテテ親の今の際の打ち明け話に全てを知った鎌次郎は白金屋を恨んだ。はい。でも主人は血を分けた兄弟がいたことを大層喜んで早速会いに行ったのでございます。何？白金屋の寝台そっくり譲れというのか。ああ、その通りだ。こっちは貧乏公家のせがれでろくな暮らしもできなかったというのに、兄貴はぬくぬくとお大臣暮らしだ。無理な相談じゃねえと思うが。それは無理難題と申すもの。清助、お前は黙っていなさい。鎌次郎、辛い思いをしたお前の気持ちはよくわかりますよ。お前が真面目に働く気ならのれん分けもしてあげます。だからお前も寝台そっくりなどと言わずにじっくりと話し合おうじゃないか。その時私は返事もしない鎌次郎という男の目を見てぞっといたしました。あの人は心の底から主人を憎んでいる。逆らったら何をするかわからない、そう思ったのでございます。それから2月ほど何の音沙汰もなく、何やら不気味に思っておりましたところへ、あの鴨の人形でございます。能人形？恨めしそうなあの目、青白い顔。主人もあの時ばかりは鎌次郎の恨みがこもっているような気がしてぞっとしたと話しておりました。聞けばあの人形を作ったのは今日の人形師6人とか。きっとそれは鎌次郎と仲間たちなのでございます。あの男はそうやって私たちを脅し、苦しめ抜いた挙句に一人残らず殺そうとしているのでございます。間もなく出汁が繰り出します。ああ、そのようだな。さあ、あなたも早く桟敷の方へ行った方がいい。気のせいかもしれませんが、人形が。人形が？はい。土蔵の中の人形が火事の後、どこやら様子が変わったように。どんな風にだ？どことは
言えないのでございます。ただ確かに初めて見た時の人形よりももっと恐ろしく、まるで生きているような。いつまでこんなことが続くのでございましょう。だ。それじゃ具の方もおまけしといて。へいもち。ほらありがとうよ。ところでロさん、お前白木鎌次郎って男を知ってるかい？お、旦那。さすがだね。そんなことまでご存知だったんですかい？いや実はね、この間上方から岡っ引きがそば食いに来ましてね。上方の岡っ引き？ええ。この野郎を見かけたらすぐに知らせてくれってんですよ。仲間5人と一緒に盗み人殺しやりてえ方で今日大阪で荒らしまって、どうやら江戸に逃げ込んだらしいんですよ。そいつがその白木鎌次郎。ほくろがあるな。ええ、そいつが目印だそうで。それからその鎌次郎と仲間たち、どうやら人形師に化けたらしいんですよ。やっぱりそうかい。ところがその連中今日から姿を消したのが3年も前だそうですよ。3年前。ありがてえ。ロさん、こいつは借りとくぜ。了解です。その代わり居候の旦那、命だけは大事にしてくださいよ。ああ、心がけよう。いや、こんなうめえそばを食えなくなるのは俺も寂しいからな。別に変わったことは、なんだかのんびりしちゃってもう何も起きないような気がしてきました。いや、起きる。これからだ。え？来い。待った！何しゃがんでい！待った！何しゃがんでい！何しゃがんでい！待つんだ！足にケチを作ると踏み殺すぞ。どいたどいた。何しゃがんでい！騒ぐんじゃない！見ろ！こ
それは人形じゃない。長さん、これは。見ろ、胸を一突きだ。おい、これは白金屋の旦那じゃねえかい。バカな、旦那なら桟敷に入れて。誰なんだ。鎌次郎、なんでこんな姿で。さて、野人形にそっくりなのは鎌次郎だけじゃない。白金屋さん、あなたもそっくりだ。早見様、双子の兄弟がいたらしいよ。そいつが悪党らしい。一体どっちがどっちなんだ。わかんねえよ。速水様、そればかりはお考えすぎでございます。皆さんは騙されても女房の私は騙されません。この人は彦右衛門、間違いなく私の主人でございます。いや、忘れておりましたが、鎌次郎の目印は右目の下のほくろ。どうぞ仏をお改めくださいまし。仲間割れで殺され、死体の始末に困った連中があの火事騒ぎの最中に人形にすり替えたのでございましょう。それにしてもなんと恐ろしい。鎌次郎は死んで5人の人形師は消えた。お江戸の役人どもは消えた人形師を一生懸命探すだろうよ。これも用がなくなったようですな。本当に何もかもうまくいったね。でもその晒しの下は。おっと、そいつだ。ほくろが首よく消えてくれねえと兄貴の顔に入れ墨したのが何にもならぬ。消えた。全然見えないよ、お前さん。そうかい。彦右衛門に長年仕えてきた奴らは全部殺したし、もうこれでバレる気遣いはねえ。いいか、お前たちも間違えるんじゃねえぜ。俺は今日から天下の御用達白金屋彦右衛門だ。ヘマはやらんさ。おふでさん同様に2年前3年前から手を回して手代に潜り込み、みっちりと手代奉公してきたんだからな。誰だ。速水様。速水様。気取るんじゃねえ鎌次郎。3年がかりで頭をひねった乗っ取りの企だったようだが、欲が深すぎたり芝居もどうすぎるとしくじるもんだぜ。おいお筆、散々気を引いておいて一番都合のいい時に俺の手で鎌次郎の死体を見つけさそうとした魂胆、気の毒だが見通しだったぜ。その御門は。控えおろう。これに仰せられるは恐れ多くも上様のおいご様松平長七郎長寄り気味なるぞ。松平長七郎。己の欲のために何人もの人の命を奪った貴様らだ。今さら臆することもあるまい。そうさ、今さら何が怖いもんか。お前さんやっとくれ。
やっとくれよ。切れ。俺の名前は引導代わりだ。迷わず地獄に落ちるがよい。天下祭りは終わった。祭りは人の欲が生んだものなのか、それとも祭りが人の欲を煽るのか、そんなことを思う長七郎であった。季節さえいつの日か背を向ける。人は寂しくていつも誰かを愛している。ああお前のそばで目覚める朝はきっと心の寒さ忘れてしまうだろう。胸の隙間うずめお前の微笑みが心の寒さ忘れてしまうだろう。胸の隙間うずめお前の微笑みが。次回長七郎江戸日記。祭りごととは石橋を叩いて渡ることで、少しでも憂いのある者はその根を断たねばならぬ。座敷牢に閉じ込められ孤独と絶望が磯野局様のお気持ちを。磯許せ。長七郎江戸日記風流編み笠節、ご期待ください。